皆さんこんにちは、ジャパンガーデナーズネットワークの高崎康隆です。私の専門分野は、庭園、特に日本庭園は専門分野の中でも、特別です。それからランドスケープデザインという実際の設計活動、それから現地での、指導とか指示とか、そういうことも私の専門分野のうちになっています。で、例えば私の名刺の肩書きには、岩組師という、石を組むという、そういう岩組師という肩書きが含まれているんですけれども、今日は、その造園とか庭園からランドスケープデザイン分野の中でも石について、お話ししようと思います。で、なんで私が庭園の中でも石に興味を持ったかっていうのをまず第一にお話したいと思うんですけれども、実は逆で石が初めに私の興味の対象で、それから徐々に庭園分野に興味が深まっていったという、そういう順番になります。で、いつ頃から自分がそういう石に興味を持ったかっていうと、定かではないですけど、多分小学生の頃にはもう興味を持っていて、なんか地面に落ちているものを見るのが好きだったんですね。でそれから、中学生になるともう完璧に石にはまってました。でたまたま中学には、化石部という、部活動がありまして、もう迷わず化石部に、入りました。それで、東京に生まれ育ってましたので、長瀞ですとか、それから五日市とか、そういう岩石では有名な、地質学的な、場所に行って、石を拾ってきたりとか、それからある時は千葉の方の、化石とか、それから貝殻を拾いに行ったりとか、それが自分の中学生時代の化石部での活動です。で同時に実はチョコレートの景品で、ハイクラウンチョコレート森永のハイクラウンチョコレートっていうのがあって、でそこに景品がついてまして、全部ついてるわけじゃなくて応募するともらえるんですけど、でそれは当時ジェムストーンって言って、宝石になるようなちっちゃな石ですね。それが景品としてもらえたんです。でそれをもらうためにハイクラウンチョコレート食べまして、でもらったのがこういう、ちっちゃな本当にもう、宝石、以前のものでしょうけれども、これが島目のですかねとか、こんな石もそうなんですけれども、でそういう石をもらうと嬉しくて、こうやって自分で台を作って、でここに名札もつけて、こういうものを作って楽しんでいたというのが中学生時代です。で多分その頃買った本が実はこの本です。でこの本っていうのはカラーブックスというシリーズもので、ちょうど文庫本サイズで、中身は基本的にこういう写真集になります。それでこの写真集を中学生の頃に地元の本屋さんで買って、開かず、繰り返し眺めていました。でその中で多摩川の石ですとか、この辺がそうですね、この辺が多摩川の石になります。でそういうものを開かず眺めて、それからちょうど中学校の頃ですね、中学生の頃に近所の友達が和歌山出身で、たまたま田舎に帰るというので、それについていきまして、それでその時に、お土産物屋さんで買ってきたのがこれです。でこれは和歌山といえば有名な那智黒石ですね。で碁盤だったり碁石であったり硯石とかによく使う石なんですけれども、これをお土産物屋さんで見つけて、気に入ったのを買ってきて、
それで、帰ってきてから自分でこういう台座を作っています。ラワン材ですね。当時簡単に手に入るラワン材を、買ってきて、で彫刻刀で彫って、それからこういう凹凸をつけて、でこれはよく見ると焼いています。焼いてブラシでこすって、たわしでしょうかね。それで、こういう少しこう時代がかった風合いを出して、でそれに石を乗せて、飾って楽しむと、これがその当時の自分の、趣味でした。それから先ほど化石って言いましたけれども、これは徳島の化石です。たまたま親戚の、子供たちが東京に修学旅行に来て、でその中に石がとっても好きな、少年がいて、で化石の話をすると、じゃあ徳島から送るよってもらったのがこの、化石です。これシダの化石になってます。そうやって自分の子供時代の、趣味っていうものが、石であったと。で、同時に盆栽なんかも興味を持って、両親も盆栽を趣味にしてましたので、一緒に、高尾山に行って、盆栽屋さんがあるんですけども、そこに行って苗木買ってきたりとか、そんなことをして楽しんでいたのが、小学校、中学校、高校まで続いていると思います。それでやがて大学になってもその趣味は続いていまして、先ほどのこの水石というカラーブックスの中で一番右に出てくる石が北海道のこれも有名なカムイコタン石という石です。でそれが欲しくてで、大学1年の時に、リュックを背負って、北海道をぐるっと回りまして、その時に買った石がこれです。これ非常に重い石ですけれども、で、石がこういう石ですね。でこの中から、自分で、どういうふうに見せようか、そういう正面と角度を見極めるっていうのが水石趣味の基本になります。でその正面に、それから角度をつけたり、それからどういう足をつけて台をつけようかと、それを自分で考えて、こういう彫刻刀での、仕事をするわけです。でこれに石を置いて、部屋に飾って眺めると、それが自分の大学時代も続いていました趣味になります。で、その基本というのは、一つの石というものをいかに、どこから眺めてどういう角度で傾けたらその石が一番よく見えるのか、それを極めるっていうのが基本になります。でそれは一つではないんですけれども、でもやっぱりこっちなのか、それがこっちなのか、からこういう角度かこういう角度か、それを考えていくともうこれしかないという、そういう、正面性というものが、自分の中で確固たる、評価というものができてきます。そういう経験を子供時代も散々やっていったので、それがやがて自分の興味の対象がもう少し空間的には広い、庭に移って、行った時にもそのまんま役立ちました。で、ある時に知人の庭を頼まれて、で、そこの庭にもともとあった石を、少し組み直すということになって、でももう迷いなくトン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 と並べられたんですね。でそれは子供の頃の趣味で、一個の石についてどこからどう見せたらその石が一番よく見えるのか、それがもう完璧に自分の体の中では出来上がっていた、頭の中では出来上がっていた。それがそのまんま現在の、
職業にもつながっています。先ほど申し上げましたように、冒頭に話しましたように、専門分野の庭園、それからガーデンデザイン、ランドスケープデザイン、それらにもう共通する、物の見方、風景の見方から植物の見方、もう全てに通じます。物の正面性というものをはっきりと自分の中で、基準が出来上がっています。で、その基準が出来上がると、今度文化財の庭園ですね、古い庭園、名勝ですとか、それから文化財に指定されたような庭園の中で、現在まで続いている京都の庭のように観光客も訪れる名勝というものもありますけれども、一方で、もう地中に埋もれて、庭石がわずかだけ頭を出しているとか、あるいは、土の中1メーターの深さで掘るとやっと石が出てきたという、そういう遺構と呼びますけれども、遺構が、文化財庭園の中でも基本の、情報になります。で、もうすでに、古くからずっと引き継がれている名勝庭園もありますし、から新たに発掘されて、見つかる庭園というものもあります。で、当然、そういう庭石というのは池に臨んでいたり、池の周辺の護岸を形成したりと、そういう用途というものが多いんですけれども、斜面地に組まれることが多いので、その斜面地に組まれた石というのはだんだん下の方に傾いたりからずり落ちたりしてきます。で、あるものについてはもうばったり倒れたり、それから人為で抜き取られて持ち去られたりとか、いろんな遺構の状態というのがあるんですけれども、でそれも私の場合はもう石の正面性っていうものが自分の中にはっきりとした基準がありますので、この石はどれだけ傾いているのか、どれだけ移動しているのか、だから全く全然違う場所に持ち運び去られていた石も、もともとここにあったものだと言って現地に持ってくれば、それがもともとどういう状態にあったのか、そういうことがある程度の判断はできます。それが今の自分の名勝庭園ですとか文化財庭園の発掘、それの評価、それから復元整備ですとか、そういう指導も自分の仕事の重要な一部なんですけれども、そういう仕事にもずっとつながってきています。で、そんな自分の専門の中でもちょっとここで言っておきますけれども、石だけではありません。私はトータルで植物も地形も全部見ていきますけれども、で庭の庭園の三大要素というのは何かというと、一つは地形ですね。でその前に借景ですとか周りの環境もあるわけですけれども、庭の中ではまず第一に地形、それからもう一つは水です。で水というのも、もちろん自然の水が得られるところと、そうじゃなくて人工で作り込んでいく、場合がありますけども、水というものも庭園の非常に重要な要素になってきます。それから3番目は植物ですね。で植物というのは非常に動きやすい要素で、当然苗木で植えていても育っていくし、から種から発生した未生の木もどんどん大きくなっていきます。からいい枝ぶりの松植えておいても、毎年毎年の手入れによって徐々に変わっていったりとか、いろいろ植物というのは変わっていく要素です。そういうことで庭園っていうのは空間を扱う芸術ではありますけれども、時間の要素も非常に大きくて、でそういう時間の要素と、それから人間が、手を加えたりメンテナンスをしたりとか、そういう要素も非常に大きいわけですけれども、動的な芸術の、分野だと思います。
ですけども、その中で、地形にも水にも植物にも絡んでくる、動かない要素、これが基本的には石だということになると思います。で、先ほど言いましたように、当然、それも移動したり、傾いたりするわけですけれども、傾いていても、元の状態に戻すことができます。で、それはもともと石が座っていた時の状態が遺構の中で残っていれば、その遺構にピタッと合うように戻せばいいわけですね。から一つの石が動いていても、周りの石が動いていなければ、周りの石に合わせて一つの石を傾いていたものを元に戻すと、そういう作業もできるわけです。で、そういう整備をする中で、やっぱり石というのが庭の中でも非常に基本的な要素だということになります。で、そういう仕事を自分でも、やっておりますので、それが高じて、こういう本も出しています。庭仕事の庭石テクニック。それから、それらの石の仕事をやる中で、日本全国で、そういう文化財庭園に関わっております。で、全国を飛び回って、地元の石というものを基本に、私の方では考えているんですけれども、でそれを考えて、それから整備をするときには、新しく庭石を買って、補充していくということも行いますが、どんどん日本の石の山というものが閉山しています。それはもうひとえに、需要が少なくなったという、そういう事情によるんですけれども、設計段階で、石屋さんから見積もり取ったら、まだまだ十分手に入るという石が、今度庭園の工事というのは、建築の工事の後に整備するっていうのが一般的なんですけれども、建築の整備工事で1年、2年かかると、庭石の工事というのはその後になるわけですね。で、設計段階では、十分に入手できるということが分かっていても、いざ施工段階になると、いや、実は山が、採石場が閉山しちゃって、取れなくなった。そういうことが複数、ありました。で、そういうことから、庭石の需要をなんとか、引き止めたいと、減少のまんまで終わらせないと。で、庭石っていうのは、一つのシステムの産物です。石だけ取れればいいってことじゃないですね。当然、採石の技術、それから運搬の技術、加工の技術、でそういうシステムの中で庭石っていうものは初めて、存在しうるものですから、ひとたび例えば石工さんの石の道具がやっぱりそれは金工さんの鍛冶屋さんの、仕事から生み出されるものなんで、その鍛冶の技術、そこまで含めて、庭石っていうものは成立する素材なわけです。ですからそれを一旦もう途切らせてしまうと、どんどん日本の中から消えていってしまう。だから当然経済状況もあって、どんどん外国財宝が入ってきていますけれども、そうやって日本全国の、採石場が閉山に、追い込まれているんで、それをなんとか、少しでも、記録として残しておきたい。現在ある石はですね。それから少しでも需要を、減る一方ではなく、少しでも留めたいと。そういう思いから作ったのがこれです。全国の、原色庭石大辞典。で、これは都道府県別に、すべてカラーの、写真付きの、庭石の紹介の本になっています。で、もうこの時取材して作ったのがもう数年前ですけれども、
もうすでに、取れなくなってきているような石もあります。そうやって、庭園の中でも自分の、仕事の中では、石を重要に思って、これまで取り組んできています。で、なかなかじゃあ庭石って高いんでしょうかと。そもそもそんなスペースもありません。それから一体どうやって見ればいいんでしょう。全く庭石とか、それから冒頭に紹介しました自分の趣味である水石とか、馴染みのない方多くいらっしゃると思うんですけれども、まずは一つの石を自分で河原ですとか山でもいいし、から海岸でもいいんで、拾ってきて、手元に置いて眺めてみてはいかがでしょうかというのが、ちょっとここ数年間このジャパンガーデナーズネットワークで、いくつか講座も、やっております。そういう思いから、やっている、イベントがあります。で、ぜひで、私なんかはよく工事現場行きますので、そうすると工事現場によく使われる素材としては、砕石というのがあります。細かく砕いた石ですね。それを、構造物とか、舗装の基礎に使うわけですけれども、そういう石の中でも、もう無数にある石の中からパッてこう自分で、気になる石っていうものがあるものです。で、見つけたらちょっと工事現場の人に声かけて、ちょっとこの石1個もらっていいですかって、もらってきてみてはいかがでしょうか。からもちろん旅行に行って、海岸、例えばですね、海岸というと湘南海岸、小田原の海岸ですとか、から大磯の海岸、いい石が取れます。それから川で言いますと、私の家の近くにある多摩川、ここも名石の、取れる川として有名なところです。で、現在はもうすでに石の採取っていうのは、大量の石の採取っていうのはできないんですけれども、河原行って手で持てるような、それも片手で持てるぐらいの石を気に入ったものを見つけてくると。それは全然、大丈夫な行為ですので、ぜひそんなことをしてみて、でそれを自分のテーブルの上でもいいし、枕元でもいいし、棚の上でもいいし、置いて、まずはこの石どっから見たらいいのかなって、そんなことを、始めてみていただけるといいかなと思います。で、一つ二つ拾ってくれば、じゃあこの2つをどのように、どういう方向から見て、どうやって並べておいたらよく見えるのか、それが基本的には、庭の仕事にもつながっていくような行為になるわけですけれども、そうやってじわじわと庭園の中でも石について、触れ合っていただければいいなと思います。で、私も庭園の仕事をやっていたり、それからお客さんとも接していて、全然庭石には興味のないっていう方、もちろんたくさんいらっしゃるんです。で、庭石ってどうやって見ればいいんですかとかね。で、見方という点で言えば、例えば動物に見立てるっていうのも一つですね。から仏像に見立てる。だるまさんとかよくある。観音様に見えるとか。それから石の中の模様に着目していただいてもいいですね。石の中に白い模様があって、でそれが今の季節ですと梅の花に見えるとか、からこれから咲いてくる桜の花に見えるとか、そういう見方でも結構です。から何かの形に見える、それからそういうことにかかわらず、山を表現しているとか、から白い筋が入った石っていうのも、時々見るんですけれども、そういう白い筋を滝に見立てたりとか、非常に自分なりの見方で、庭と接していっていただければ
いいかなと思います。で、このジャパンガーデナーズネットワークでも、先ほど言いましたようにいくつかのイベントをコロナ禍でも楽しめるようなイベントをやったりとか、してきましたし、レクチャーも、オンライン含めやってまいりました。で、今度はコロナが落ち着いたら、ぜひ皆さんと一緒にまずは石を拾いに行こうという企画を、今立てております。はい。以上、ちょっと自分の、石についての、出発点ですとか、から庭の中で石がどういう役割を持っているのかとか、で、それとどうやって親しみを持っていけるかと、そんなことを、あまり脈絡も持たず喋ってまいりました。以上にしたいと思います。ありがとうございます。